究極のカードバトルゲームエンターテインメント、バトスピエクストリームゲーム。2017年4月にインターネットの隅っこで産声を上げたこの番組がまさかの2年目突入。そこで今回は新たなバトル形式を導入。その名もリミテッドビルディングバトル。2組のチャレンジャーチームが制限時間2時間の中でそれぞれ3つのデッキを構築し 3on3 バトルを行う。しかし今回使用できるカードは4月21日土曜日に発売する新降臨編第1章と降臨編第4章のみ。つまりユーザーたちはその場で初めて手にするカードを交えてデッキを構築しなければならない。この厳しい戦いを勝ち上がったチームはガーディアンステージに進出。立ちはだかるのは同じカード範囲の中から事前に用意したデッキを使うガーディアン3人。1人倒すとエクストリームゲーム終了時の賞金5万円とライフカウンター、2人倒すと同じく賞金が10万円にアップ、3人倒すと同じく賞金30万円にアップしキングへの挑戦権を獲得。キングの使用するデッキのカードは制限なし。新降臨編第1章を含む全てのカードプールから構築。ここでドロップアウトし30万円を持ち帰ることもできるが、キングステージに進出し勝利すれば100万円獲得、負ければ賞金はゼロになってしまう。果たしてどんなバトルが繰り広げられるのか。さあバトスピエクストリームゲーム2年目を迎えました。イエーイ、ありがとうございます。そしてなんとですね、今回から導入されるリミテッドビルディングバトルなんですけれどもね、2時間でねデッキ3つ作んなきゃいけないわけじゃないですか。3通りのなんか戦い方をこのね限られたカードの中で作るって大変なんじゃないですか。大変だと思います。環境で接近しているジークリードカイなんていうカードが別の段のカードだったりするんで、じゃあもう妊婦とか見れないじゃないですか。妊婦ないですよ。そうです。クワガスレイヤーも使えないです。獅子の実も使えないです。うちにも天才デッキビルダーいますけれども、どうですか。そうですね、やっぱデッキビルダーとしては、いかに効率のいい、なんですね、コスパのいいデッキを作るかっていうのが大事だと思うんですよね。薄いな、なんか想像を絶する薄さでしたね。そうですね、東大のイメージダウンになるんじゃないですか。バトスピBattles Extreme Game Limited Building Battle。 私が見たことあるぞ。Tatami Sharpening Katsuo from Osaka。 実はこのチームではスタートステップデッキがないのでありがとうございました。ありがとうございました。去年8月エクストリームゲームに出場。勝率8割超えの小川シクリを撃破。キング戦まであと一歩のところまで勝ち進んだ強豪チーム。そのメンバーはこの春高校3年生になったグッシー、最近髪を紫に染めたグッシー、そしてデッキビルダーのスン。実はこの男番組1年間で唯一100万円を獲得したデッキの構築者。さらに2015年世界チャンピオン。スンさんは全国でも数少ないゼロからデッキが組める、ビルダーなので唯一に近いんじゃないですかね、僕が相談をする相手としては。とデッキビルダーとしての実力を絶賛。意気込みを聞いてみると、ガーディアンとか、3on3 ステージの相手とかも全く同じルールでデッキを組んでくるので、限られたカードプールとはいえ同じプールからデッキを組むなら、負ける気はしないですね。しかし何ですか。からこうは取る。そっち召喚できないから。消すメリットがないねんこいつを。今2人のアドバイスがあってやっとまともなんで本番でちゃんとやってくれたらいいかなと。前回仲間からプレイングを不安視されていたグッシー。変なことになったんじゃないですか。一瞬わずか3ターンで小川に敗北にもかかわらず
めっちゃ嬉しいんやけど悔しい気持ちと嬉しい気持ちどっちがでかいですか？まあ嬉しい方ですね。悔しむどころか月野との夢のひとときを満喫。怖いがすごいよ、確かにね。そんなグッシーに最近ある変化が。今年のチャンピオンシップスですね、九州沖縄地方のチャンピオンシップスで代表という結果を残して成長したんじゃないかなと思いますね。だいぶプレイングとかも自信がついて、僕自身も生まれ変わったと思いますので、カツオを僕が引っ張るぞっていう感じでいきたいと思うので、なんとチャンピオンシップの代表になるほど成長を遂げたグッシー。大丈夫かグッシーさん。チーム力の底上げ、どこ歩いてるんだよ。デッキビルダースンの存在、駐車場の隣のとこ。生まれ変わった畳職人カツオに死角なし。果たしてどんな戦いを見せてくれるのか。対するはかっこよかった最後。なんか映像の作り方がだんだんかっこよくなってきてるね。ナンバーズの皆さん、この春から大学生となった超激突王。現在53歳、自称最年長バトルスキル陽介の父ちゃん。そしてこのチームのデッキビルダーキラク。このチームのデッキビルダーキラクはバトスピ界に旋風を巻き起こした人物。世界一騎打ちっていうのも、自分がちょっとそのコンボを思いついたので、そのデッキの名前を決めたような感じ。2016年頃流行った世界一騎打ちというデッキを作った男。早速今回の作戦を聞いてみると、僕が、2人の分も含めて、チーム全体のデッキを監修します。あら、激突王君が赤で、陽介の父ちゃんさんが黄色ってことで、僕はそれ以外のカードを使った、残りの4色の中から、カードプール見て、それでいいなと思ったカードをその場で作るような感じを今考えているので、メンバーのバトルスタイルに合った構築にする作戦。誰もが思いつかないような圧倒的なデッキを、作ります。デッキ構築は、誰よりも日本レベルで、高いプレイヤーだと思ってるので、信用してます。最強の赤デッキにしてくれると信じてます。互いに信頼し固い絆で結ばれているチームナンバーズ。果たしてチームナンバーズは畳職人カツオを打ち倒すことができるのか。リミテッドビルディングバトル。両チームは当日朝9時に集合し、同時にデッキ構築をスタート。はい、行こうか。おおし、とりあえずめっちゃかっこいい。かっこよすぎでしょこれ。ちょっと強いカードがいっぱいありすぎてどれ使おうか迷いますね。その辺でやったら結構横に並べる構築もできるかもしれへんから、その辺ちょっと見てて。了解。全体的にノーコスト召喚しそうですか？しない。あれフォレーション積むか積まないか話か。基本的にノーコスト召喚はしない。いやマジでスンさん白どうにかして早くそれ組んで。赤も結構むずい。ちょっと借り回してます。両チーム試行錯誤を重ね、ついにはい、よっしゃ。そうだ、して。制限時間内にデッキが完成。2時間という限られた時間の中なんですけど、それなりに完成度の高い3つのデッキを組めたので、いけるんじゃないかなとは思いますね。僕たち最初ごめんなさい、正直4章だけで組もうと思ってたんですよ。4章だけでも強そうなデッキを組めてたんで、それでいこうと思ったんですけど、多分なんかカードプール見たら全部それ以上に強いデッキが作れそうだったので、かなりちょっとデッキ作りは迷いましたね。2時間っていう時間で作れる量ではなかったです。いよいよバトル開始。畳職人カツオグッシー VS チームナンバーズキラク。白の奇獣デッキで組みました。グランウォーカーのアルテミス、ファーナテクエルクのシナジーが、奇獣とすごい相性が良かったので、前段の奇獣との強いカードを組み合わせて、デッキとして仕上げました。おそらく序盤にこのアルテミスの大樹神殿とグランウォーカーのアルテミスが揃ったら、あとはもうパワーの高いマンモカイザーとかの奇獣で盤面制圧して、もう一気に多分勝ちまでいけると思ってます。緑の拳銃を使った、
重降臨って言えばいいんですかね。緑の X レアのアキレウザーっていうカードが、スピリットアルティメット、ネクサスその効果を受けずに、なおかつ自分がアタックした後に相手のスピリットを10疲労させて、自分が回復でそのまま殴り続けることができるので、相手に、何の猶予も与えず勝ちたいと思います。構築したばかりのデッキを使いこなし、初戦を制するのはどっちだ。ゲートオープン開放。よろしくお願いします。じゃあ先行もらいます。はい。いきなりデッキビルダーのキラコさん。本当だ。そしてグッシー。はい。コスト。グランウォーカーアルテミスと発します。白ですね。あ、もうグランウォーカーネクサスから出ました。グランウォーカーネクサスの説明をちょっとしておきますね。グランウォーカーネクサスの対象の効果しか受けません。アルテミスの配置時効果なんですが、デッキを上から3枚トラッシュに置くことができる。そうした時、系統奇獣回と化身を持つ、コスト3以上のスピリットがめくれた時、コアチャージといってコアをアルテミスに置くことができます。そうしておいてコアを貯めていくんですよ。貯めたコアでいろんな効果を発揮することができるのがこの新しいグランウォーカーネクサスという。3枚オープンします。1枚目マザーバイヤー、2枚目コスト判断付き、3枚目アルテミスの大地神殿、対象カードが1個なんで、アルテミスの上にソウルチャージでコア1個置きます。で、オープンしたカードはトラッシュですね、洗います。じゃあ3枚トラッシュ置きます。使いますね。なんないかな。じゃあそのままターンエンドで。ではこちらのターンです。ドローステップ。ファーストをセットします。ではこちら、このままでアタックステップ入ってエンドステップでコアステップ加えます。これグランウォーカーネクサスからスタートすると結構強いです。あ、そうなんですね。がいいんだ。さすが新生グッシーですね。じゃあミステップ入ります。このまま何もせずアタックステップ入ります。で、その前のステップでどうぞ。ドローステップ。コスト、英雄獣老将タイガーネストールを召喚します。このスピリットの召喚時レベル1から、ボイドからコア2個をこのスピリットに、置けます。強いですね。でさらに相手のトラッシュにあるカードすべてを、ゲームから除外します。この効果で除外したカード3枚につき相手のスピリット1体を10疲労させます。除外です。召喚しただけで。じゃあ3枚として除外します。相手が相手だったら本当にぶっ刺さる。そうですね。ではこのままメインステップ終了のアタックステップに入ります。英雄獣老将タイガーネストールでアタックします。アタック時効果レベル2からターンに1回コストを1支払うことでこのスピリットは回復します。普通のコアを支払って回復します。フラッシュあれば強っ。フラッシュこちら得意ないです。こちらもありません。このカードは強いじゃないか。では続けてもう一度タイガーネストールでアタックします。フラッシュ得意ないです。こちらもありません。じゃあライフで入ってもらいます。ではこのままアタックステップ終了のエンドステップ。早いですね。1枚のカードだけで。そうですね。3コストのアルテミスが今シオンのシンボルに変換しているので、3コストの1軽減で残りを召喚します。で2個は払います。でレベル1で召喚します。で効果、デッキの上から3枚オープンします。で、その中のコスト5以下のスピットカードを1体召喚します。で対象のカードはいないので、好きな順番にデッキの試合をします。このコマンドコリーデッキ3枚オープンするんですが、今コスト5以下のカードが出なかったので、スピリットが出なかったので召喚はできません。だけどデッキの上か下かに戻せるんで、次に欲しいカードを上に戻しちゃうっていう手も可能です。なるほど。コスト3段付きが下で、カリドボアが次でセイドリガンの順番でデッキの下に戻します。でアルテミスの、コアチャージ、そして今コスト3の基準が出たのでアルテミスが1つコアチャージしました。では、そのタイミングでバーストよろしいでしょうか。7体英雄獣ライオンアイアースを召喚します。まず相手のスピリットを3体を披露させます。でその後召喚までいきます。で、召喚時効果、疲労状態の相手のスピリット1体をデッキの下に戻します。強いですね。せっかく召喚したのに。じゃあアルテミスが今シオンのシンボルになっているので、4コストの1軽減、3コストでシールドマジロを召喚します。でシールドマジロレベル2で召喚します。
で、コスト3以上の機銃が召喚したのでアルテミスのコアチャージ発揮します。グランウォーカーの上にコアを1個移動します。さあ3つ乗りまして、これでグランスキルが発動可能になりました。グランスキル、はい、相手のアタックステップなんですが、ネクサスコア3個をボイドに置くことで、はい、このバトルの間アタックでは自分のライフは減らないと、1回のバトルのアタックは止められると。なるほどなるほど、確かにライフ削れてきたから助かりますね。はい、じゃあアタックステップ、何もせずこのターンエンドで。はい、ではこちらのターンドローストップ。ややキラクさんの方が盤面が整ってきて、タイガーメストのレベル2に上げます。で同じくライオアイアスもレベル3に上げます。はい、では、2コスト、0軽減。はい、こちらもグランウォーカーロロですね。コストは、ライオアイアスから、取ります。そうですね、グランスキル、自分のメインステップでターンに1回ネクサスのコア3個をボイドに置く。そうした時、デッキから1枚ドローするか、またはボイドからコア1個自分のリザーブに置くという2種類のうちどっちか選べます。なるほど。配置効果、自分のデッキの上から3枚をめくって、その中にあるコスト3以上のカード1枚につき、ボイドからコア1個の、ネクサスに置きます。アルテミスは、いわゆる白のグランウォーカーネクサス、このロロは6色全部持っている。3枚では、タケノコの隠れ里以外の2枚、オープンされたのでロロの上にコアを2個置けます。コアを2個で、残ったカードは破棄フラッシュに送ります。はい、4コスト、3軽減1コスト、はい、アウェイキングビーストを、発動します。はい、自分のデッキの上から3枚オープンします。その中の拳銃を持つスピリットカード1枚を1コスト支払って召喚します。で残ったカードを破棄します。でその後このターンの間、この効果で召喚されたスピリットがアタックによって相手のライフを減らした時、相手のライフのコア1個を相手のトラッシュに送ります。ということで、3枚オープンします。1枚ソープに1コストを支払って召喚。ノマティグリナ、ノーコスト召喚で3枚、ノマティグリナ、ではノマティグリナを、1コスト払ってノーコストじゃないんだ。はい、で、残ったカードは破棄されます。はい、で、スピリットが召喚されたのでグランウォーカーロールの効果で、はい、ボイドからコア1個、置きます。はい、人狼街ベリオウルフをライオアイアースにレイルします。はい、では、グランウォーカーロロのメインステップ効果、はい、3コア1ターンに1回ボイドに送ることで、はい、デッキから1枚ドローもしくはボイドからコア1個、はい、自分のリザーブに送ります。3コアボイドに送って1枚ドローを選択します。はい、シンボルを失ってまでドローしたかったってことか。決めに来たんじゃないの。このターン耐えれるかな。このままアタックステップ入ります。はい、ライオアイアースでアタックします。はい、フラッシュあれば。じゃあ、4コスの2軽減で、はい、シールコング、はい、アクセルで発揮します。はい、で、シールマジックから2コア取ります。で、アクセル効果、はい、ターチにバトル使用されます。はい、で、あと手元に行きます。はい、もう減らず。はい、フラッシュがないです。そうですね。はい、オッケーオッケーオッケー。めちゃくちゃドキドキするわ。じゃあスタートステップ、はい、コアステップ、ドローステップ1枚お願いします。白2軽減、はい、1コストでシードコングを召喚します。で、コアチャージ、はい、コスト3以上の記事なのでグランウォーカーに吐きます。3軽減でセイドリガン、はい、交換します。セイドリガン、これも面白い効果なんです。降臨もできるカードなんですが、相手のアタックステップ中に発揮する効果としてスピリット BP プラス5000してヒーローブロッカーになります。さらにレベル23 BP1万3000以下の相手スピリット全ては可能ならこのスピリットにアタックしなければならない。なるほどなるほどなるほど。そうか、置きます。で、コスト6の記事なのでグランウォーカーアルテミスの効果でボイドからコア1個移動します。じゃあアタックステップ、重機合体セイドリガンでアタック入ります。ラッシュありますか。ラッシュございません。こちらもしないです。はい、ではそのアタックは、ノマティブリナでブロックします。はい、こちらフラッシュございません。フラッシュこちらもないです。はい、では BP カードで破壊されます。はい、今グランウォーカーアルテミスにコアが5個乗ってるので、はい、アタックステップ開始時に機銃を持つコスト6以上の自分のスピリットを1体指定できます。そのターンの間このスピリットに白のシンボル1つ追加されブロックされないという効果があったので、今使ってたら実は2点取れるっていう。ああそうか、使ってはないんだね。そうですね、宣言はしてないのでアタックステップ開始時に言わないといけないから。そうなんです。
慣れないカードだとなかなかこういうこともできることありすぎて効果の取りこぼしがありそうですね。そうですね。まあお互い気をつけましょうってことで。まああいつ負けたらもうほんまにあいつ負けたら知らんで。これで負けたらやばいな。じゃあ続けてアタックすればあります。はい。シールドコングでアタックします。BP が5000。はい。なるほど。ありがとうございます。ハイバネストールでブロックします。はい。フラッシュこっち。あ、フラッシュします。はい。これフラッシュない。こっちもないです。はい。破壊されます。はい。じゃあ続けてアタックあります。シールドマジをアタックします。はい。じゃあそのアタックはライフでいけます。はい。じゃあこのままタイムで。はい。ではこちらのターン。はい。ドローステップ。3コスト1軽減で、アキラフォックスを召喚します。召喚時効果、ボイドからコア1個を自分のリザーブに置きます。そして、自分の手札が3枚以下、今3枚以下なので、自分のデッキの上から5枚オープンします。その中のカード名に、英雄獣を含むカードすべてを手札に加えます。残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻します。3枚。1枚ジャガラ、2枚、ギアスバッシャー、3枚ベリオルフ、4枚タケノコの隠れ里、5枚、キングゲーパールとかですかね。はい、ではいなかったので、これは好きな順番でデッキの下に戻します。続けてローラの効果を発動します。ボイドからコア1個をいきます。では続けて、3コスト1軽減2コスト、ミンクユッカーを召喚します。召喚時効果、ボイドからコア1個をこのスピリットに置きます。で置きました。でレベル123の効果でこのスピリットは相手の効果でコアを2個以下にされません。でレベル2からの効果で今レベル2なんですけど、相手の手札が6枚以上にならず常に6枚以上の時相手の手札を、5枚になるように相手が破棄します。6枚以上になったら5枚になるんですか。そうですね。で、5枚以上の時は、手札が増えません。では、3コスト1軽減2コストでミンクユッカーを召喚します。召喚時効果でミンクユッカーボイドからコア1個をこのスピリットに置きます。では、5コスト3軽減の2コストでノマティグリナを召喚します。これ結構白対緑のよくある風景ですね。疲労ブロッカーが立たれててそれを超える BP を持っているスピリットがなかなか出ないのが緑の緑はそうですね。 BP 的にはでセイドリガンの効果で BP1 万3000以下の相手スピリット全ては可能ならブロックアタックしなければならないので、これはきつい。ブレイブを手組みに変えます。スピリットを1万3000以上にして残しておくしかないかなという。キラフォックスも消滅させます。こうなるとですね、手札がなくなっちゃうんですよ。そうですよね。自分で全部捨ててるから。リミテッドビルディングバトルにおいて手札がなくなるというのは相当なきつさがあります。では、ノマティグリナでアタックします。アタック時効果で相手のスピリットアルティメット一体を10披露させます。シールドコンボを、10披露お願いします。じゃあセイドリアンの、効果、BP1 万3000以下のスピリット可能ならばここのスピリットにアタックしてもらいます。申し訳ないです。じゃあそこにはアタックしました。フラッシュこちらないです。ないです。じゃあその6で負けた。BP 負けしてこれをちょっと読めていなかった気がライオンアイアースでアタックします。確かにこれは勝てるのかな。アタック時に相手のバーストを発動できません。まあしかし手札ゼロでアタックしてしまったので、アルテミスのグランスケール発揮します。このグランウォーカーのですねコア3個をボイドに置くことでこのアタックでは自分のライフ減りません。わかりました。フラッシュどうぞ。こちらフラッシュないです。じゃあそのままフラッシュないです。じゃあ効果で減ります。じゃあこのままエンドステップまで。ドローステップでフリーステップ。じゃあ3コスト3軽減、シールドコンボを召喚します。アルテミスの効果で3以上の記事なのでグランウォーカーの上にコアを1個チャージします。8コスト5軽減、カリドンボアを召喚します。カリドンボアの召喚時効果、相手のスピリットを手札に回します。じゃあこいつ手札に回します。ではベオルフは残します。カリドンボアはコスト8の記事なのでアルテミスの上にコアをコアチャージでいきます。そのアタックステップに入ります。セイドリガンでアタックします。じゃあフラッシュございません。フラッシュないです。ではライフで受けます。カリドンボアでアタックします。フラッシュございません。ないです。ライフで受けます。シールドアタックします。フラッシュないです。ライフで受けます。アタックします。フラッシュないです。ありがとうございました。決まりました。一気に制圧しました。
さあはい、おめでとう。一戦取られたか。ありがとうグッシー。いやもうありがとうちゃうし。さあグッシーさんおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。新しいカードどうでしたか？そうですね、アルテミスまあ一番最初の先行1ターン目でちゃんと手札に来てくれて、そうですね、グランスキルがいいタイミングで噛み合ったと思います。NEXT バトル、畳職人カツオウッシー VS チームナンバーズ超激突王。一言言うならばセールデッキですね。デッキの完成度としてはどれくらい？もうごめんなさい、ちょっと誇張かもしれないですけど100点ですね。このカードプールで、作られたデッキの中では一番強いんじゃないかと思います。やっぱりグランウォーカーの存在がものすごく大きくて、アポローンの効果でどんどんライフを削りながら、さらにジークブルムの効果で、手札まで捨てさせて、全てを封じた状態でライフを取ります。対するウッシーのデッキ、実はあと何分？あとね36分ない。あと1個でって考える時間がない。スーさん3個目のデッキのコンセプトを教えて。グランウォーカーで組むか。でもなジライア使いたいね。何目で？ジライア絶対強い。今横に並べれるなら。3つ目のデッキの軸をグランウォーカーにすべきか、緑のジークフリード・ジライアにすべきか、最後まで悩んでいた。なんかなグランウォーカーデッキ遅そうな気がする。やっぱ通常構築じゃなかったらこんなもんなんかな。しかしカードプールの制限から2つのデッキを断念。そこで思いついたのが紫でいく？幼者系君か。でも幼者そんなにおるぞ。ここあ、そうかそうかそうか。ここまでつながる。これも幼者で。ええやんええやん。急に幼者がひどいと。しゃあないって。あと10分しかないもん。と構築に一番苦戦していたのだ。やっぱり速攻なんで、まあ早くに勝負を決めれたらなと思います。スンさんのデッキなんで自信あります。ウッシーの勝利でステージ突破なるか、それとも超激突王が勝ち逆王手をかけるのか。ゲートオープン開放。お願いします。では先行スタートステップ、コアステップなしでドローステップ3コスト魔性登場を配置します。今回でいいですか？はい。どうしようかな。魔界を重ねるときによく見るスペースだとか。おい、ナイス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 。ネクサススタートはええな。でターン終了でコアステップ、ドローステップでは、バーストセット4コスト構成量コメットブルームを召喚します。どうぞ。幼女といえばモーちゃんみたいなとこあるからね。さあ超激突王さんこれアタックステップに入ります。コメットブルームでアタック時効果でデッキ上から3枚オープンします。ということはノバデッキですかね。構成量なかったんで全て破棄されます。はい。こちらフラッシュないです。こちらもないです。できます。ターンエンドします。ターンもらいます。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、フレッシュステップ、メインステップ、1コスト、魔界勇気デスドール召喚します。4コストの軽減、5コスト、知の伝承者三賢者メルティオルを召喚します。はい。召喚時効果、自分はデッキから3枚破棄します。3枚破棄します。ガイダスカルピオン。カード名知の伝承者三賢者メルティオル以外の系統幼者を持つスピリットカードブレイブカード1枚を手札に戻します。スカルピオン。一応クレンシーですか？スカルピオン。スカルピオネがこういうビルディングバトルにおいては召喚時ワンドローとか手札を増やすカードっていうのはやっぱ強いですね。これでターン終了で。はい。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、国王竜ダークブルームを召喚するときにライフのコア1個を取らしの横ることでコストをマイナス3します。よってコスト3から1軽減で2コストで召喚します。はい。さらにこれによって
太陽光ヘリオスピアドラゴンの効果、制御を持つスピリットを召喚した時コスト4として召喚できます。よって4コス2軽減で、2コスト、太陽王ヘリオスピアドラゴンを召喚します。はい、速攻をコメットブルームから確保します。これアタックステップ開始時が強いです。自分のトラッシュのソウルコア以外のコアをこのスピリットに好きなだけ置く。この効果でコア5個以上置いた時 BP1 万以下の相手スピリット1体破壊するという効果があり、よーし、これ強い、マジで強い。ではこれでアタックステップに入ります。太陽光ヘリオスピアドラゴン、アタックステップ開始時効果、トラッシュのソウルコア以外のコアを少なくこのスピリットに置くことができます。アタック時もアタック時で BP 以下の相手スピリット1体破壊するという効果。この効果でコアを5個以上置いた時 PP1 枚以下の相手のスピリット1体を破壊します。今5個置いたので、では1の伝承者3賢者メルキオルを破壊します。はい。ではアタックステップに入ります。国王竜ダークブルームでアタック。ダークブルームアタック時効果 BP5000 以下の相手のスピリット1体を破壊します。よってデステージを破壊します。あらー、赤らしい。赤強いね。こちらフラッシュはないです。こちらもないです。ライフできます。では続けて太陽光フェリオスピアドラゴンでアタックします。こちらフラッシュないです。こちらもないです。ライフできます。ではこれでターンエンドします。早くもそうですね。バースト張ってるからコスト1軽減3コスト。はい。地の伝承者3賢者メルキオル召喚します。3枚やします。これでも容赦ないです。どんどんやっぱアタック時に破壊されるフラッシュから容赦回収します。辛いですね。アンクスに回収します。これです。5コスト2軽減3コスト。ライジャスカルピオネ召喚します。召喚時効果デッキから1枚ドローします。はい。バストセットで、はい、メルキオルの、レベル23の自分のメインステップ時効果、自分の手札にあるおそらく低コストで並べてリートをしようという低コストで並べるちょっと相手の方が破壊と同時にいろいろやってくるんですよ。します。はい、降臨しましたね。デッキからワンドローする系統幼者を持つスピリットに降臨していた時代わりに自分はデッキから3枚ドローします。で3枚ドローします。このドロー力は強い。今メルキオルの効果を使用してメインステップで降臨しました。これでターン終了です。よっしゃー、いけるいける。落ち着け。ドローステップ。6コストに軽減、4コストブルームシューターを、ヘリオスピアドラゴンに直接ブレイドさせるように召喚します。はい。4コスト3軽減1コストネクサス落ちる構成レベル2で配置します。はい。ではこれでアタックステップに入ります。はい。ヘリオスピアドラゴンアタック時効果でトラッシュのコアをトルカ以外のコアをこのスピリットに好きなだけ置くことができます。よってトラッシュのコア5コアを、ヘリオスピアドラゴンに置きます。はい。今5コア以上置かれたので BP1 枚以下の相手のスピリット1体を破壊します。よってボティスを破壊します。はい。せっかくやったけど。どうしようもないね。これでバーストあれば。ファーストは大丈夫です。では、ヘリオスピアドラゴン、ブレイブアタックします。ヘリオスピアドラゴンのレベル23、アタック時効果発揮。このスピリットの BP 以下の相手のスピリット1体を破壊します。よって今合計 BP1 万8000なので BP1 万8000以下の相手のスピリット、地の伝承者3賢者メルキオルを破壊します。はい、破壊されます。ここが2個しかない状態で何ができるかな。ではこちらフラッシュタイミング。はい。1コスト武者つばめ召喚します。新速のカードを入れていた。それに対してのカードはないです。はい。ではフラッシュあればこちらもないです。じゃあブロックまで。はい。こちらフラッシュないです。ダブルシンボルアタックをここで止めました。危ね続けて国王竜ダークブルームでアタックします。こちらフラッシュないです。ないです。じゃあ1点受けます。こちらこれでターンエンドします。頑張ります。スタートステップコアステップドローステップゼロコストマミーヘディス召喚します。テキスト見せてください。はい。はい。3コスト1軽減2コストアンクスネーク召喚します。はい。デッキから1枚ドローします。バーストはないです。はい。3コスト1軽減2コストアンクスネーク召喚します。デッキからワンドロー。バーストはないです。はい。手札は1枚ですかね。はい、1枚です。ワンチャンあるやんこれ。フルパンいけ。奇跡起こせるし。3コスト1軽減2コストイビルオープン使用します。させてください。はい。相手のスピリッ
1体デッキコアブリーダー証明するだけが1枚ドロー。はい、これで、はい、ではワンドローになります。それに対するバーストはないです。3コスト2経験1コスト。はい、魔性と王女を配置します。はい、これでターン終了でドローステップ。4コスト3経験1コストで落ちる構成を配置します。はい、レベル2で、6コスト2経験4コストでヘリオスピアドラゴンを召喚します。アタックステップに入ります。ソウルが乗っているヘリオスピアドラゴンの効果でトラッシュのコアを全て置きます。はい、今5コアを置いたので、BB1 枚以下のアイトンスピリット1体を破壊します。よってアンクスネークを破壊します。はい、これに対してバストあればバーストはないです。ではアタックステップ入ります。ヘリオスピアドラゴンレベル3でアタックします。アタック時このスピリットの BP 以下の相手のスピリット1体を破壊します。よって、アンクスネークを破壊します。はい、こちらフラッシュはないです。こちらもないです。ブロックで。はい、フラッシュ。こういう時にあと1点を防ぐネクサスがあればってなるけど、チームに1個だから。これでどうなるんだ。じゃあ続けてブレイブアタックします。ヘリオスピアドラゴン。じゃあフラッシュタイミング。リビルオラクル。はい、3コスト1経験コストで使用します。はい、効果で1個リザーブで。はい、ではブルームシューターにどうですね。ではブルームシューターにコアを置いてスピリット状態で残します。そうなんですよ。フラッシュないです。こちらもないです。ライフでいきます。落ちました。よっしゃー。よし。だいぶもうカードのね内容も理解して、そうですね、使いこなしてましたね。そうですね。正直カード見て組んで能力は全部覚えたんで。さすがです。若い。正直この整理デッキは僕と相性がものすごくいいので、効果もすんなり頭に入ってきて。ああ、やりやすかったですか。はい。これで1勝1敗。ステージ突破をかけた3戦目に突入。バトスピニュース。はい、4月7日土曜日にバトルスピリッツバトスピドリームデッキ太陽と月の絆とバトルスピリッツバトスピドリームデッキ光と闇の開口が2種類同時発売となります。はい、人気投票で選ばれた人気作品のデッキは豪華な差し替えカードが収録されるほか、コアの数もなんといつもの倍30個ですね、30個セットとなっておりボリューム満点のデッキとなっております。バトルスピリッツバトスピドリームデッキ太陽と月の絆とバトルスピリッツバトスピドリームデッキ光と闇の開口は構築済みデッキ40枚1セット、差し替えカードが4枚、プレイシートが1枚、コアが30個、ソウルコアが1個ついて各セット1500円となります。皆さんぜひゲットしてください。さあそしてですよ、新シリーズ新降臨編第1章、4月21日土曜日ついに発売予定となってます。さあ気になる新降臨編の中から、今日は白の X レアこちらじゃん、グランウォーカーアルテミス。はい、そしてそのゴッドスピリットこちら、はい、月天真珠ファナテックエルク。はい、こちら2種類をご紹介したいと思います。まずこちらですね、モアちゃんの持ってるアルテミス、こちらは比重カイト化身のスピリットを召喚降臨するとコアチャージできるグランウォーカーです。コアを3個使って使用できるグランスキルは相手のアタックで自分のライフが減らなくなる強力な効果持っているんですね。さらにコアを5つ貯めることで発揮するグランフィールド、こちらは毎ターン比重を持つスピリット1体のシンボルを1つ追加してさらにアンブロッカブルにしちゃうんです。強い。アンブロッカブル？そうです、ブロックできないですからね。しかもコア払わなくていいんですよね。5個乗ってれば発動できるっていうね。はい、さらにですよ、ゴッドスピリット月天真珠ファナテックエルクは当然系統は奇獣となっております。アルテミスの恩恵存分に受けられますね。召喚時に相手スピリット3体をデッキ下に戻すという破格の性能を持っているんですが、さらに解放という効果、新効果ですね。
解放という効果を持っています。解放？はい、解放です。ゲートオープン開放のはい、解放、その解放ですね。漢字もまさにその通りです。解放とはグランオーカーに貯めたコアをスピリットに置くという疑似コアブーストでして、ゴッドスピリットしか使えない特別な効果となっています。この解放を使うことでデッキ下に戻すスピリットをデッキ上に変更することもできちゃうんですね。状況に応じてデッキ下に戻してスピリットを処理するか、デッキ上に戻してドローロックするか選べるという、これからの白の主力になりうるスピリットなんです。3体まで戻せるっていうことは3ターンの間デッキロックが可能ってこと。はい、強いですよ。軽減も優秀だし、はい、最大6、ゴッドシンボルのね軽減もついてますからね、相性もいいですね。さあ皆さんも機銃サポートのグランウォーカーアルテミスと機銃の X レア月天真珠パナテックエルク、こちらで新しい機銃デッキを作ってみてください。バトルスピリッツ新降臨編第1章グランウォーカーの鼓動はブースターパック9枚入り270円、自販機ブースター6枚入り200円となっております。ぜひゲットして遊んでください。4月6日金曜日発売予定の最強ジャンプ5月号に超強力なプロモカードが付録します。どんなさあ早速紹介しちゃいましょう。こちらです。ドン。ドドン超新星の CO エグゼシードノバちょっと待ってエグゼシードとノバくっついてるよ。はい、なんか名前でね聞き覚えがあるのはつながっておりますが、どんな効果かと言いますと、カード名にエグゼを含むスピリットに降臨した時に、自分のライフが5になるようにコアを置くジークブルームノバのような効果を持っているほか、相手スピリットアルティメットを指定アタックして、ライフ2つをリザーブに置くエグゼシードのような効果を併せ持ってるんですね。気になるこのスピリットの誕生秘話、これは最強ジャンプ5月号に新連載される漫画でチェックしてみてください。皆さんぜひゲットしてください。4月8日日曜日バトスピマックスが幕張メッセ展示6ホールで開催されます。さあバトスピチャンピオンシップ2017降臨杯の決勝大会で世界一バトラーついに決まりますよ。長いことね予選やってきましたからね、楽しみです。エリアチャンピオンの熱い戦い見逃さないでください。さらにですよ、また当番組バトスピエクストリームゲームのガーディアンが繰り広げるガーディアントーナメントステージをはじめ、今年はステージイベントが盛りだくさん。はい、さらに今年は来場特典としてソウルコアをトラッシュに置かずに降臨できるマジックカード、こちら、はい、オルタナティブソウル、はい、こちらとさらに退場時にももらえちゃいます。退場時にはこちらワンドロー、はい、しきつるさんの特製スリーブもプレゼントしちゃいますよ。見て楽しい、遊んで楽しい、バトルして楽しい、もらえて嬉しいバトスピ祭典バトスピマックスにぜひ皆さんお越しください。詳細はバトスピホームページぜひぜひチェックしてください。次回 3on3 ステージ最終戦、それとこうノバこうします。あー出たー、早い。この場合はどうすべきだ。なんかあれ、なんかラッシュを、あいつか。強い。果たしてガーディアンステージに駒を進めるのはどっちだ。次回デッキビルダーの名にかけて絶対見てくれよな。